勘三郎さんはドラマとしての歌舞伎を見せたかった。私が桜席で感激していたある日、正義と極悪、純粋と煩悩、明晰と凡庸、対極にある心根を演じられる。皆さんこんにちは、ミステリーマープルです。今日はもう一人大好きだった歌舞伎役者、亡き18代目中村勘三郎さんです。スパイダーマンより面白い、恐ろしい夢のような歌舞伎の祝祭と迷宮。これは亡き中村勘三郎さんのニューヨーク公演を絶賛したニューヨークタイムズ一面記事。2004年7月20日、演劇担当記者ベン・ブラントレーさんの筆ですが、厳しいことで有名。彼の激評に多くの演劇関係者が泣かされたと言います。ニューヨーク公演の1年ほど前、興行を直談判した勘三郎さん。松竹永山元会長に最初は剣もほろろに反対されました。中村座をニューヨークでやったってうまくいくわけない。勘三郎さんは移動式の芝居小屋平成中村座をニューヨークのリンカーンセンターに建て勝負したい。シルク・ドゥ・ソレイユの移動式サーカス小屋、あれをイメージされると分かりやすいでしょうか。日本から運ぶ資材はなんとコンテナ27個分。興行する側の元会長としてはわざわざ小屋まで持っていかなくてもという心配がありました。ダメだよ、失敗すると恥をかくから。それでもやりたいんです。どうするんだ失敗したら。その時は腹切って死にましょう。お前それはもったいないからやめなさい。面白いでしょ。やがて永山元会長はニューヨーク公演の団長に。吸ったもんだの末に出たのが冒頭の絶賛記事。勘三郎さんは小躍りして喜んだそう。演目は夏祭りなにわ鏡。アウトローが義理と人情の狭間で殺人を犯す逃亡劇。歌舞伎の様式美はパリオペラ座での市川團十郎さんなど公演があります。でも勘三郎さんはセリフの芝居、ドラマとしての歌舞伎を見せたかった。そうとは知らず襟を正して伝統芸能を見に来た芸術通のニューヨーカー。入念に用意された英語のアドリブをちょんまげ姿で披露され、笑いの渦に。クライマックスは屋台崩しと呼ばれる舞台正面奥の壁が外れる大仕掛け。逃げる主人公勘三郎さんを追って外から飛び込んできたのはなんとニューヨーク市警のポリスたち。江戸時代の日本と現代のニューヨークが交錯する斬新な演出で、嵐のような拍手は鳴り止む気配もなく。18代目勘三郎さん、面白いでしょ。前回の12代目團十郎さんと肩を並べる私の推しなんです。さて、平成中村座は移動式。この5月には世界遺産姫路城のお膝元で興行されたそうですが、勘三郎さんご存命中に私が浅草公園へ行った時の話。お値段がなかなかなので一度一番安い桜席で観劇したんです。松竹梅とあって、さらにその下の桜席。場所は舞台袖の2階部分なので、正面から絵のように美しい場面場面を見るのとは違って、見えるのは役者さんの頭がメイン、手前は四角。座席の下からは竹本が聞こえ、歌舞伎座袖の3階席とも異なり、舞台と一体感がある感じ。舞台上にせり出し、正面から見ると桜のお客さんみたいだから桜席。そんな桜席で感激していたある日、休憩から席に戻ってしばらく舞台に集中していると、突然前の席のおじさんが「何言ってやがんでこの野郎」などと大声で、大向こうと言って中村屋と客席から掛け声をすることはあるため、私はすっかりそれ芝居にのめり込んだお客さんが叫び出しちゃったと仰天。ところがスポットライトが当たってスッと立つと、なんと勘三郎さん「ちょっと待ってろよ、今降りていくからな」と言えば、割れんばかりの拍手でまたびっくり。私そのスポットライトの一部にいたんです。
勘三郎さんの魅力、生の舞台がとにかく一番でしたが、奇跡となってしまったので、往年のパンフレットより小松成美さんの文章から助けてもらいますね。勘三郎の魅力のすべてを言葉にすることは難しい。なぜならリアル勘三郎に勝る表現は他にないのである。不可能を押して魅力の一端を文字にするなら次のようなことだろうか。想像することしか叶わない江戸という時代の魂の継承者として、年齢や性別を超越したみずみずしい容姿の持ち主であること。正義と極悪、純粋と煩悩、明晰と凡庸、そうした対極にある姿と心根を悠々とまた堂々と演じられること。トップアスリートのような身体能力を維持し、鍛錬でしか習得することができない技を狂いなく見せられること。勘三郎さんを紹介するこの文のタイトルは明日への希望。冒頭はこう始まります。明日もまた生きていこう。中村勘三郎という役者の芝居を見ると、そうした思いが胸にこみ上げる。これこそ私が前回からというより常々お伝えしたかった歌舞伎エンタメの力、現代も生き続ける伝統芸能の力。私が勘三郎の芝居を見るたびに明日への希望を感じるのは、そこに普遍的な人の喜びや苦しみ、絆や孤独が色濃く刻まれているからだ。それを感じるのに日本人も外国人も歌舞伎通も素人もない。そう小松成美さんは結んでいます。ハラミちゃん御礼企画、スタッフ K さん、ツンデレ料理人。付録レビュー。今日はハレクラニ沖縄のショルダーバッグ、モノマスター2021年8月号の付録です。巾着の紐とショルダーストラップはハレクラニブルー、2リットルのペットボトルも入る待ち広仕様で保冷剤用ポケット付き。中央にはシンボルフラワーオーキッド、ランの花。洗練された仕上がりで毎日のお買い物もリゾート気分に。真っ白が目に眩しいです。もちろんビーチにもぴったり。ハワイの名門リゾートホテルハレクラニはハワイ語で天国にふさわしい館の意味ですね。おもてなしの魅力が天国に近かった勘三郎さんの会にふさわしいハレクラニでした。チャンネル登録、いいねボタンは喜びます。ではではまたね。